ちは、あおいです。明日何食べる？今回は小学校のレシピ3選をご紹介していきます。カレーライスと味噌ラーメン、ミートソースというもう王道の子どもたちが大好きなレシピをまとめましたので、ぜひご覧ください。美味しい。なんかこれですごい大人な感じがする。こんにちは、あおいです。今日はなんと初の試み、あおいの給食室のカレーライスのレシピを小学生バージョンにアレンジしました。それでは早速作っていきましょう。玉ねぎは芯を取って薄切りにしていきます。ちょっとここの方が傷んでたので、今回はねこっち側も切っていきます。玉ねぎはこの縦の線に沿って薄切りにしていきます。で、半分まで来たら寝かせて、保育園のは半分だからこれで大きく感じますね。人参は 2,3 ミリ厚さぐらいのいちょう切りにしていきましょう。小学生バージョンは普通のいちょう切りの大きさにしていきます。じゃがいもは2センチ角に切っていきます。5分ほど水にさらしてアク抜きをしていきます。中火で油を温めていきます。ここに玉ねぎと人参加えていきます。まず中火で5分炒めていきます。実際の小学校給食は玉ねぎだけ飴色になるまでじっくり炒める作り方が多いみたいなんですけど、あおい流は人参も一緒に入れて炒めます。私としてはこの人参と玉ねぎを一緒に炒めた方がより美味しいなと感じるので、この作り方にしています。中火で5分ほど炒めたら火を弱めてさらに炒めていきます。結構長く炒めるので、もしちょっと焦げ付きそうで怖いなと思ったら軽くお水を流してこの焦げも一緒に取りながら炒めていく。で、この焦げもうまみになるので、これをねこそげ取りながら、こそげ取るで合ってる？こそげ取るって何？こそぎ取りながら炒めます。言っててなんか変だなって思った、自分でも。すごい美味しそう。目安は弱火で10分ほど炒めます。で、もしね時間なくてちょっと大変だなと思ったら半分の5分だけど、給食に近い味にするためにはここで長く炒めるのがポイントなので、しっかり炒める方がおすすめです。ではここに水気を切ったじゃがいもと2センチ幅に切った豚肉加えていきます。豚肉をほぐしながらこのお肉の色が変わるまで炒めていきましょう。じゃがいも2センチ角に切ってねって言ったんですけど、じゃがいも愛が強すぎてちょっと大きくなっちゃいました。豚肉の色が変わったらお水とコンソメ加えて中火にして一旦沸騰するまで待ちます。沸騰したら弱火にして
アクを取っていきます。このまま野菜が柔らかくなるまで10分ほど煮込んでいきます。弱火で10分煮込んだら、ここに調味料を加えていきます。お塩です。うちはヌチマース、沖縄のお塩を使ってますので、ちょっとねベーキングパウダーのような見た目になってます。ケチャップです。それから中濃ソース。調味料をなじませたら、このまま弱火でさらに15分煮込んでいきます。煮込んでいる間にルーを作っていきます。フライパンに無塩バター入れて溶かしていきましょう。バターが溶けたら小麦粉を加え混ぜていきます。最初は結構もったりとした感じなんですが、これがねだんだんとサラサラになってきます。サラサラになるのを目指して弱火でよく混ぜながら炒めていきます。焦がさないように気をつけてください。少しずつ大きな気泡ができ始めます。これが第2段階。最後の第3段階は気泡がね小さくなりますので、そこまで炒めます。気泡が小さくなり始めてサラサラになってきました。目安は弱火で5分ぐらいです。保育園のカレーよりも少しだけ色をつけてあげると、少し大人っぽいカレーに近づくので、小学生バージョンはちょっとだけ色を濃くします。で、黄色と茶色の間ぐらいかな、これぐらいの色になったら火を止めてカレー粉を加え混ぜていきましょう。カレー粉も小学校の場合は少し多めになってます。カレー粉が馴染んだら、これでカレールーは完成です。弱火で15分煮込んだら、ここに先ほどのカレールーを加えていきます。で、もしカレールー手作りするの大変だなと感じた方は、市販の甘口のルーを少し入れる作り方でも大丈夫です。あまり入れすぎると味濃くなってしまうので、ちょっと少なめに入れて、でもしとろみが弱い場合は片栗粉で最後とろみをつけます。最後仕上げ、牛乳です。これがもう本当にポイント。牛乳加えるともう一気に給食の美味しいカレーライスになりますので、牛乳はね必ず加えてください。ではなじませていきましょう。これで給食のちょっと黄色っぽいカレーライスが出来上がります。煮込んでる間に蒸発してしまった水分は途中で加えてください。最後はこのルーがなじむように混ぜながら、でじゃがいもがかなり柔らかくなっているので、優しくそーっと混ぜながら弱火で5分ほど煮込んでなじませます。5分煮込んだら火を止めて、これで小学校カレーの完成です。はい、給食嬉しいな、何でも食べましょうよく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。なんか校歌でも歌った方が良かったのかなこれいただきます。もう色がね、いつもの保育園とは全然違う、かなり濃い色になってます。じゃがいもも食べたいな。いただきます。美味しい。
なんか普段保育園のカレー食べ慣れてて、私保育園の味で普段食べてるので、すごい不思議というかなんかこれですごい大人な感じがする美味しい。このカレーは冷めていく段階で味が馴染むので、時間がある時は一旦冷ましてから再加熱するのがおすすめです。その方がね、よりコクが出て美味しく食べられます。ぜひ皆さんも作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。こんにちは、あおいです。今日は小学校給食のミートソースを作っていきましょう。保育園のミートソースはもうすでにね、たくさんの方に作っていただいてるんですけど、今回作る小学校のミートソースはこのね、カットトマト缶を使っていきます。で、保育園はどちらかというと結構甘さ重視で作られているんですけど、小学校はそれに比べるとこのトマトの酸味が爽やかな感じが強く出ているようなミートソースになってます。で、今回小学校給食っていう紹介の仕方なんですけど、保育園のお子様もね、食べられる味付けになってます。量だけいつもの量を気をつけて盛り付けてもらえれば、保育園のお子様も一緒にね、楽しんでいただけます。それでは早速作っていきましょう。久しぶり葵の給食室のサブチャンネルができました。その名も葵の献立室。メインチャンネルでは単品レシピをお届け、サブチャンネルではレシピを組み合わせた献立をご紹介していきます。皆さん絶対に登録してね。まず野菜をみじん切りにしていきます。今回はね、野菜カッターでやっていきますので、小さめに切ってこの中に入れていきます。学校によってはセロリとかエリンギとかいろんなお野菜をね、入れることも多いみたいなんですが、今回はね、簡単に作れるように玉ねぎと人参のシンプルなお野菜で作っていきます。これもなんか懐かしい最近は電動のね、野菜カッターを使ってたので、保育園のミートソースの動画の時は皆さんに見やすいようにこうやってね、やってたの。当時はなんかカメラが下が見えなかったから、でこうやってやってたらコメントで危ないから下に置いてやってくださいっていうコメントがね、たくさんありました。エンタメでね、やってますからで、この後レンジでね、加熱を一旦していきますので、耐熱ボウルの中に入れていきましょう。で、玉ねぎも一緒に炒めるので、これはね、洗わなくて大丈夫。このまま玉ねぎも切っていきます。玉ねぎもみじん切りにしていきますので、細かめにね、切ってブンブンチョッパーに入れていきます。壊れそう。玉ねぎも人参と同じボウルの中に入れていきます。この後加熱をしていくんですけど、この給食がね、なんで美味しいかっていうと、本当にすごくじっくり加熱しているからなんですね。で、ただ家でじっくり加熱するってなると、やっぱりちょっと難しいですよね。特に私みたいに2歳のね、子供を見ながらの料理はもう本当にハードなので、今回は家庭用ということで、一旦電子レンジで加熱をしてから炒めていきます。そうするとね、炒める時間がすごく短くて済みますので、一旦電子レンジでこれから加熱をしていきましょう。先ほどの耐熱ボウルに油を加え混ぜます。で、全部をね、なじませてください。そしたらふんわりとラップをして、ちょっと隙間残すぐらいな感じで600ワットの電子レンジで加熱をしていきましょう。電子レンジ結構加熱時間が長いんですけど、その間ね、手を空くので、今のうちに洗い物したりとか副菜作ったりとか、あとちょっと横になって休むとかね、そういう時間に使ってください。はい、レンジのね、加熱が終わりました。
こんな感じでね、もうかなりしんなりとしてます。でレンジの機種によってはね、ちょっと加熱の加減が変わってくるので、途中でちょっと様子焦げてないかなとかってね、様子を見てください。で量が増えた時も加熱時間が変わるので、もう少し長めに加熱したりして調整をしてください。電子レンジで加熱しておいた玉ねぎと人参をフライパンに入れて中火で炒めていきます。ちなみに油はもう先ほど混ぜてあるので、油はね入れないでこのまま炒めていきます。でもし、フライパンによってはちょっと焦げたりすることもあるので、焦げそうだなと思ったらちょっと油ね追加して炒めてください。で電子レンジで加熱しているんですけど、やっぱりねフライパンで一度炒めるとこの野菜の旨味がより引き出されるので美味しくなるんですね。これを省いちゃうと薄い味のミートソースっていうのかな、あんまりコクが出ないので、電子レンジで加熱はするけれども炒める工程もしっかりと入れていきます。玉ねぎと人参を中火で 3,4 分炒めたら、ここに合いびき肉を加えていきます。でこのひき肉の色が変わるまでね炒めていきましょう。このさっきの玉ねぎと人参炒める工程なんですけど、本来電子レンジ使わない場合は15分ぐらいかけてじっくり炒めないと、甘みがなかなか引き出ないんですけど、電子レンジ使うことによって炒めるのね3分だけで済むので、すごいね時短になります。あ、間違えちゃった。ひき肉入れたら弱火でひき肉入れてからは弱火で炒めます。美味しそう。学校によっては豚ひき肉だけでね作ることも多いんですけど、豚ひき肉の中には疲労回復のビタミンと言われているビタミン B1 がねすごいたくさん含まれていて、で一方この牛肉っていうのは鉄がねすごい含まれているので、全身に酸素を運搬するためにも鉄っていうのは必要になってくるんですね。豚ひき肉だけで作っても合いびきで作ってもどっちでも美味しいので、好みの味とか、あとは今のね栄養素でなんかこっち取りたいから今日は合いびきにしようとかね、なんかそういう感じで決めてもらって大丈夫です。時間がある時はやっぱりね、長く炒めれば炒めるほど水分が飛んで野菜の旨味が濃縮されるので本当に美味しくなるんですよ。だから時間がある時はさっきの人参と玉ねぎはもう少しね時間かけて炒めるのがおすすめです。しっかりねほぐれたところでニンニク入れるの忘れてたひき肉とニンニクを入れて炒めます。なんか今日さボケボケしてるね。保育園はさニンニク入れないのよ。ニンニク入れなくてちょっと忘れちゃったっていう言い訳そしたらここにお水加えていきます。今度はね煮込んでいきます。とケチャップです。ケチャップとそれから中濃ソースです。あとカットトマト缶です。と3、はい、あとはね塩コショウ入れていきましょう。胡椒は少々ね。ここから弱火で15分ほど煮込んで、この酸味をね今度は飛ばしてまろやかにしていきます。煮込み時間はまあまああるんですけど、やっぱりこの給食の美味しいミートソースって、特に本当に加熱が大事で、よく炒めてよくさらに煮込むっていうことで美味しさがね引き出すことができるんですね。なので煮込み時間はね省略しないでしっかりと行っていきます。ではミートソース煮込んでいる間にスパゲッティをね茹でていきましょう。でこの煮込むのは時々ねかき混ぜながら煮込んでください。はい、ではスパゲッティを茹でていきます。このスパゲッティ茹でる時にお塩をね入れて茹でると思うんですけど、お塩を入れる意味っていうのはアルデンテっていうちょうどいい硬さに仕上げるためと、このスパゲッティにも下味をつけるために入れるんですね。給食でも、入れる場合と入れない場合があるんですけど、私個人的には、食塩をね取りたくないっていう理由で入れないで作ることが多いです。なのでお好みでいいんですけど、子供の場合はね入れないで作る方をおすすめします。でスパゲッティは小学校の場合は袋のね分数通りに茹でてもらって大丈夫です。こっちもね忙しい。私多分今まで保育園バージョンはね折って茹でてたんだけど、長いまま茹でるって多分このチャンネルの撮影して初めてだと思う。あんまりだから入れるのはうまくないんだけど、茹だったらざるにあけて湯切りします。
パゲッティは分量外になるんですけど、くっつかないように油をね回し入れてなじませておきます。15分ほど煮込むと水分がねかなり飛んで、こんな感じでだいぶとろっとした濃厚な仕上がりになります。これで火を止めて、あとこのトマト味っていうのは一度こう冷ますことで味がどんどん馴染んでいきますので、一旦このまま冷ましてから再加熱していただくとより美味しく食べられます。これで小学校ミートソースの完成です。それでは皆さん手を合わせてください。ご一緒にいただきます。小学生バージョンいただきます。小学校って歌なかったよね。校歌とかだった？校歌歌わないか、いただきますの時に何だったんだろう。いただきます。ちょっとさ、このこれなんて言うんだっけ、この先割れスプーン全然作れないんだけど給食のこれいただきます。2、3本しか取れないつぼっちゃった取れないんだけど泣いてるどうしよう、このままいく？あいただきます。ちょっと不格好だけど難しくない？これ。やっぱり保育園のに比べるとトマトの酸味が効いてるので、どっちかっていうとそれに比べるとこうさっぱりした味になるので、保育園のが甘すぎるっていう方はこっちの方が好きだと思う。あとミートソースがね、もし余っちゃったらパンにレタスと一緒に挟んでミートサンドにしたりとか、茹でて潰したじゃがいもの上にこれを乗せてチーズ乗せて焼いたりしてミートグラタンにするのもおすすめです。もうこのミートソースは給食に昭和3、40年ぐらいからもう出てるらしいんだけど、なんか当時はミートソースが給食の日は欠席する子供が人数がね減るって言われてたらしいですよ。それぐらい人気だったみたい。これで食べる頭入ってんのかな、これどこ食べる？コタ小学校味だけど食べますか？パクリしてごらん。さっきねでもお昼食べちゃったからお腹いっぱいかも。遊ぶんだったらください。ちょダメよ、食べなかったらダメ小学校バージョンも本当に美味しい、簡単にねとっても美味しく作れますので、ぜひ皆さん作ってみてください。食べるはい、いらないかいいらないかい行っちゃったどっかありがとうございましたこんにちは、あおいです。最近すごい寒くなってきたので、今回は小学校の味噌ラーメンのレシピをご紹介します。家にある調味料だけでとっても簡単に作れます。まず野菜を切っていきます。人参は細切りにしていきましょう。この輪切りの人参を細切りにするの結構難しいんだけどキャベツは2センチくらいのざく切りにしていきます。縦2センチ幅に切って、横も2センチ幅くらいに切っていきます。ニ
ニラは3センチ幅くらいに切っていきましょう。長ネギは半月切りです。真ん中に1本切り込みを入れて、この後ろは根元は残した状態で切っていきます。フライパンにごま油とにんにくチューブを加えて弱火で温めます。油が温まったらここに長ネギとそれから豚ひき肉加えていきます。あとここにお味噌です。お味噌加えたらひき肉に火が通るまで炒めて、まずこの肉味噌を作っていきます。今回の一番のポイントになる味噌なんですけれども、本来は赤味噌で作ったりするんですが、本当にお家にある一般的なお味噌を使っていただいて大丈夫です。今回私も赤味噌使ってません。お味噌汁普通にね、お家で作る用のお味噌を使ってます。お味噌のいい香りがしてきました。お肉に火が通ったらここに野菜加えていきます。人参、それからキャベツ、ニラ、それからもやし加えていきます。もやしはもう切らずにこのまま入れていきます。すべての野菜炒めていきましょう。本来はこの肉味噌だけでスープ作って、野菜は野菜で別鍋で炒めるっていうやり方をすることが多いんですけど、いろいろね鍋使うと結構面倒じゃないですか。洗うのも大変だし、だから今回はこの肉味噌と野菜をもう全部ね一緒に炒めていっちゃいます。野菜は中火にして3分ほど炒めていきましょう。そしたらここにお水とそれから鶏ガラスープの素を加えていきます。鶏ガラスープの素も本当に一般的なこの丸鶏ガラスープ味の素のこれを使ってます。給食って結構特別な調味料っていうのかな、その大量調理でしか仕入れられないものも使ったりするんですけど、そういうのを用意するのはご家庭では結構難しいので、本当にね家にある調味料だけで作れるようになってます。沸騰したらこのまま弱火で5分ほど煮ていきましょう。5分経ったらここにお醤油とそれからお砂糖、最後味噌ラーメンといえばホールコーンですを加えていきましょう。あとは最終加熱、今入れた調味料がなじむまでさらに弱火で3分ほど煮ていきます。煮ている段階で蒸発してしまった水分は少し足してくださいね。そうしないと味が濃くなってしまいますので、見ながら調整していきます。火を止めて、これで味噌ラーメンのスープ完成です。それでは麺を茹でていきましょう。麺は茹でる前にぬるま湯の流水でほぐします。3回ぐらいお水を変えて、この時に冷たいお水で洗ってしまうと麺が固まってしまうので、必ずぬるま湯で洗います。ラーメンの麺は食塩が含まれていますので、このまま茹でると味が結構濃くなります。大人の場合はそれでもいいんですが、お子様の場合は茹でる前にしっかりとその食塩を洗い流していきましょう。ちなみに保育園の場合は茹でた後に洗ってます。その理由は保育園の場合はね、もっと冷めた状態で提供するので、冷ます意味も兼ねて茹でた後に流水にさらします。もう少し大きいお子様の場合は茹でる前に洗って、茹でた後は洗わずにあったかい麺のまま出してあげてください。熱湯で麺を茹でていきます。
麺は袋の表示通りの分数で茹でていきましょう。結構ね吹きこぼれちゃうんで気をつけて、ブクブクってなる前に火を弱めて茹でていきます。あとはこのままざるにあけましょう。ざるにあけた後は流水にさらしたりしなくて大丈夫です。これで味噌ラーメン完成です。あとは盛り付けていきましょう。はい、給食嬉しいな、何でも食べましょうよく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。いただきます。このアルマイトの食器ってすっごい熱くなるんですよ。だから盛り付けシーンの時は熱くてしょうがなかった。いただきます。うんま言葉遣いいつも美味しいっていうようにしてるんだけど、ちょっと本音が心の底から出てしまった。こりゃ美味しい。あ、ちなみに麺のこと言ってなかったんですけど、私がおすすめの麺は菊水のラーメンなので、作る時もしね菊水のラーメンって言ったらそれ使ってください。本当はこのね食べるシーンもうちょっと短くした方がねいいなと思ってるんだけど、ついちょっと食べるのを我慢できなくて長くなってしまう。本当に家にある調味料だけでとっても簡単にあったかい味噌ラーメン作れますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も見てくれてありがとうございました。